東京町探検です。今回は上野東照宮から不忍池まで歩きます。江戸時代はすべて徳川家の菩提寺寛永寺の境内だったところで、歴史の名残を数多く見られます。どうぞご覧ください。スタートは上野東照宮の参道です。両側には石灯籠が並んでいます。竿に書かれた銘を見ると、参拝の上石灯籠を奉納したとあり、慶安4辛坊年4月17日土井東都美濃守源義高とあります。こちらは少し形が違っています。文字のフォントも違っていて、お揃いというわけではないんですね。慶安4年辛坊4月17日、同じ日です。この年、三代将軍家光が社殿を建て替えているので、それに際して諸大名が奉納したのでしょう。しかし、4月17日の3日後の20日に家光は亡くなっています。落成祝いなどは行われたのでしょうか。参道脇の寛永寺五重塔は、元は東照宮のものでした。以下東照宮の説明版によれば、明治の神仏分離令で全国の神社所有の塔は多くが破壊されました。当時の宮司さんは塔を残すため寛永寺の所属であると申し出、取り壊しを免れました。戦争による荒廃もあり、寛永寺から東京都に寄付され、現在は都立の上野動物園の敷地になっています。東照宮は家康を東照大権現と神格化して祀っている神社です。はじめは久能山、次に日光に建てられました。その後、家光が造営を進めたこともあり、諸大名が競って領内に祀り、全国に広がりました。その家光が慶安4年に社殿を建て替えたわけですが、現在残っているのはその時の建物で、重要文化財に指定されています。参道を少し戻ると、右にももう一つの参道が伸びています。この先にはこんな素敵な階段があります。階段の足を乗せる面を踏み面と言いますが、この踏み面の奥行きが広い狭い広い狭いと交互に作られています。振り返ったところがこれ、東照宮の参道らしい堂々とした造りです。鳥居の横にある石に不思議の不という字に似た刻印があります。これは記号工程表と言います。明治初期に標高を測定する水準測量に使われたもので、鳥居や石垣などに時折見られます。現在は水準原点をもとに全国に水準点が設置されており、これは使われていません。記号工程表については以前の動画で詳しくお話ししておりますので、そちらをぜひご覧ください。石段をもう一度登り、脇参道から横道に入ります。右手はうなぎ料理屋さん。竹ともみじの緑がきれいです。
高さ6メートルという巨大な石灯籠があります。その大きさからお化け灯籠と呼ばれています。信濃長沼藩佐久間勝行が東照宮に寄進したものです。彼は京都南禅寺、名古屋熱田神宮にも大灯籠を寄進しており、これら3基を日本三大灯籠と呼ぶそうです。その向かいにある小山に登っていきましょう。小山の上には仏塔、パゴダがあり、中に薬師如来がいらっしゃいます。ですが、江戸時代には大仏殿が建ち、釈迦如来の大仏がいらっしゃいました。上野戦争では難を逃れたものの、明治になって大仏殿は解体され、さらに関東大震災で顔が落ちてしまいました。その後は寛永寺で保管されました。昭和15年の幻の東京オリンピックに合わせて再建する計画もありましたが叶わず、しかも戦争中に体は金属供出されてしまいました。震災からおよそ50年後にお顔だけこちらに戻りました。大仏山から階段を下るとき、正面に鐘楼が見えます。花の雲、鐘は上野か浅草かと読まれた上野の時の鐘です。時の鐘は江戸市民に時刻を知らせるためのもので、市中に10カ所ほどありました。10カ所ほどと曖昧なのは時代や資料によって幅があるからです。時の鐘や大仏は上野公園の北の端にある寛永寺のものです。ここは飛び地になっています。しかし江戸時代は上野公園全体が寛永寺の敷地で、もちろんここも含まれていました。幕府の菩提寺であった寛永寺の栄枯盛衰については、前回の動画で詳しくお話ししています。右上のカードや概要欄のリンクからぜひご覧ください。ここの料理屋さんは喫茶の営業時間中で賑わっています。そしてこちらが花園稲荷と五条天神の参道です。どちらも大変歴史のある神社で、少なくとも室町時代中期には上野の山に鎮座していたことが明らかになっているそうです。こちらは花園稲荷です。ここでぜひ訪れていただきたいのが忍ヶ丘稲荷、別名穴稲荷です。赤い鉄扉を開けて入ると洞窟のような薄暗い通路の奥に鎮座しています。さらに奥には溶岩を積んだ上に別の祠があります。また狐穴らしきものも見られます。中は撮影できませんので、入り口の扉までにとどめます。こちらは五条天神です。こちらのご神職が花園神社なども兼務しているようです。上野の山を降りて不忍池に向かいます。
不忍池にやってきました。道の両側の緑の部分がそれなのですが、蓮が茂っており、水面は見えません。この辺りの様子を空からの写真で見てみましょう。ここが不忍池です。そしてこの範囲が上野台地という高台です。台地の先端部分を俗に上野の山と言います。江戸時代はすべてが寛永寺の敷地でした。寛永寺には36もの寺院があり、それらの敷地が北や東に広がっていました。東側は下町低地で、上野に対して下谷と呼ばれました。上野と下谷は対になった地名です。上野の山は古くは忍ヶ丘と呼ばれていました。先ほどの忍ヶ丘稲荷や学校の名前として残っています。忍ぶという単語は恋忍ぶとか人目を忍ぶといったことに発想がつながりやすく、古くから歌枕として和歌に歌われました。そしてこの忍ヶ丘に対して忍ばずの池という名前になっています。忍ぶと忍ばずが対になっているわけです。由来についてはこれとは違う説もあります。橋を渡って弁天島に入りました。正面が弁天堂です。ここも寛永寺の堂宇の一つです。寛永寺を創建した宋天海は上野を京都周辺に見立てて設計しました。上野の山と寛永寺は比叡山と延暦寺に、不忍池と弁天島は琵琶湖と竹生島に見立てました。そして弁天堂は竹生島にある宝厳寺に見立てました。今回の動画はここ不忍池で区切ります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は池を渡って本郷東京大学に向かいます。次の動画もぜひご覧ください。